ちは。こんにちは。なにです。マリです。文法語へようこそ。文法語では教科書通りではなく本当に使える日本語を勉強します。今日は日本語能力試験2級の文法です。テーマは、いわゆる。いわゆるは言いにくい、わかりにくい、使いにくいです。本当は、言いにくいは確かに賛成する。いわゆる。いわゆる。喋ってたらちょっと言うがいいになっちゃうから、いわゆるって言っても全然大丈夫。いわゆる。いわゆる。ちょっと日本人もそうなっちゃう。いわゆるよりいわゆる。早口で喋って。もうダメ。そんなにでも分かりにくくないんだよね。で、なんか多分、思いつくのはあるいはでしょ。そう。あるいはって何かを言い換えるよね。言い換えたりとか、もしくはおは、それかもしくはっていう意味だ。例えば、菜食主義者あるいはベジタリアンですみたいな感じで何かを言い換えるときに使うんだよね。いわゆるが何が違うかっていうと、いわゆるは、英語で言うと in general の意味。そう、だから一般的にどういうふうに言われているかが重要。一番わかりやすい例をちょっと説明の前に言うと、あの人って東京大学を出て官僚になったんだよね。で、いわゆるエリートだよね。だから社会で、世間で、日本で、特に日本でどういうふうに思われているか。東京大学を出て官僚になる。政治の仕事をする。それって社会の多くの人がエリートだって考える。さすがという意味？さすがっていう意味ではないんだよね。社会の人が、多くの人がどう考えてるか。一般的に多くの人がそれについてどう思ってるか。だからいわゆるはたくさんの人がこう考えています。いわゆる、エリートだよね、みたいな感じで使う。いわゆるエリートだよね、をなんか別の表現にすればどうなる？別の表現にするとめっちゃ長いけど、一般的にエリートって言われてる人だよねとかってことね。なんかそれはエリートだよね。そうそう、ステレオタイプを何々のステレオタイプみたいな。そうだね。だからいわゆるって言い換えると典型的な。典型的なってわかる？わかんない。ちょっとティピカル。典型的なエリートだよね。例えばじゃあ A さんって本当に友達全然いないよね。で、それに対して、いわゆる一匹狼だからね。一匹狼。ローナー。本当にいつも一人でいた人のことを一匹狼って言うんだよね。ちょっとウォーフ。じゃあその人はその言葉の表す典型的な人間。なるほど。うちのおじいちゃんって朝から晩までずっと魚食べてるんだよね。いわゆる昔の日本人だよね。みたいな感じです。なるほど。よく使う？あんまり使わないけど、やっぱり本とか論文とかにいっぱい出てくる言葉なんだけど、ただ別に喋ってる時結構使う時もある。全然使わないわけではないかな。なんかビジネスのミーティングしてる時とかに私は使ったりするかな。いわゆると言ったらいつもなんかA さんが何か言って B さんが返事するといわゆる使う？いや、全然自分で喋ってて自分で言ってもいいと思う。なるほど。彼は一日中部屋にいる。いわゆる引きこもりだ。学校に行っていないのに勉強ができる彼女はいわゆる天才だ。この写真はいわゆるインスタ映えを意識しているね。